端がずれやすいので、この辺だけは最初に縫っておきます。2センチほど。簡単にきれいにつく台襟の縫い方を説明します。まずはこれは裏台襟で、表台襟には接着芯を前面に貼ります。その後に表台襟の方の付け側を1センチでアイロンで折ります。アイロンで折るときに正確に1センチで折るため、端から2センチのところに平行に印をつけます。印をつけたら、この布端を印に向かって折ります。こうすると半分が1センチなので、1センチにきれいに折ることができます。1センチでアイロンで折れました。アイロンで折れたら、次に最初に両面テープをつけておきます。これはアイロンで貼り付けるタイプなんですけど、後からこの剥離紙を取ると糊だけ残るタイプになってます。これを表台襟の折った部分に、縫い代になるところは貼らないで、こんな感じで貼り付けておきます。ちなみに私はアイリーンの5ミリの幅のものを使っています。こういうものがない方は後でしつけ糸でしつけをしてから縫うというやり方もあります。台襟の外回りを縫います。縫うときは縫い代折り目のところまでで、縫い代1センチ手前までで縫い留めておきます。縫うときはカーブが左右対称で縫う自信のない方は、丸み部分のこの丸み部分の型紙を写してこんな風に合わせます。ここに切り込みを入れておいて、ペロンとめくってカーブ部分を写しておきます。これを左右に書いておくと左右対称の丸みになります。襟周りを留めます。中心を合わせます。縫い代部分は縫わないで1センチ上に針を落としてから縫います。
線の上を縫いました。台襟周りを5ミリにカットします。この丸みの部分は3ミリぐらいでカットします。固めな生地の時にはここの小丸がきれいにアイロンで出にくいので、固めな柔らかい時がいいんですけど、固めの時は切り込みを入れると丸がきれいに出ます。これでひっくり返していきます。アイロンはここを一度割るときれいにひっくり返せます。割るときにはこういう馬を使うか、ないときには料理用の綿棒なんですけど、ここの上で割るといいです。この辺だけ割れたら返していきます。綺麗な小丸が出るように目打ちで整えながら縫い目を出します。小丸が綺麗に見えたらアイロンで整えます。アイロンで一度割っているので、縫い目をきれいに出すことができます。ほんの少し裏側を深折りにしてアイロンをかけてください。アイロンをかけました。これで次に身ごろに縫い付けていきます。出来上がった身ごろの裏面と裏台襟を合わせます。この時にここのちょっと小さい縫い代の出たところは内側に折り込んでおきます。端と端をぴったりと合わせて待ち針をしておきます。これで合い印を合わせながら留めていきます。ピタッと合わせます。待ちで針で留めたら襟ぐりを縫っていきます。襟ぐりを縫うんですけど、最初から最後まで縫うときに最後がこう縫いずれて
押されて端がずれやすいので、この辺だけは最初に縫っておきます。2センチほど。その後に最初から2センチのところまでを縫います。最後の2センチだけ先に縫いました。これで最初から縫っていきます。ここで合流します。剥離紙を剥がします。台襟の中に身ごろを入れていきます。入れるときに一旦伸ばしてから、表台襟は一旦伸ばしてから内側に折り込めます。そうするとここの縫い代がきれいに収まります。ちょうどに表台襟の端が合うように合わせて、さっきの接着テープがひっつくようにアイロンで押さえます。これでここはひっついてます。台襟の形に合わせてつけていきます。ここまでひっつきました。接着テープのない人はこの部分をしつけ糸でしてもいいと思います。台襟にのみアイロンがかかるようにしないと、この辺にアイロンがかかるとぐちゃぐちゃになってしまうので気をつけてください。で接着ができました。ここは簡単には離れないです。これでネックあたりからぐるーっと1ミリのステッチをかけていきます。スタートの位置はネックあたりが一番目立たない位置なので、
横からスタートをしていきます。端の部分はきれいに端にステッチがいかないことがあるので手で回すといいです。きれいにできました。